おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はこちら。やっちまったーって感じですね。ラッカー塗装の楽器をお持ちの方であれば、多かれ少なかれこういう経験はあると思うんですけれど、ここまであからさまに色がつくっていうケースはあんまり見かけないですよね。で、これギブソンのレスポールでして、当然ラッカー塗装なんですけれど、この色がついた原因になったクロス。これはフェルナンデスさんのクロスです。このギター以外に同じオーナーさんなんですけれど、あと2本色がついちゃったんですよ。合計3本とも見たんですけれど、同じようについてましたね。で、もう1本は同じくギブソンのレスポールで、あともう1本はフェンダー USA のストラトです。ですからたまたまその個体のラッカー塗装が影響を受けやすかったためになったとかっていうそういうんじゃなくて、おそらくこのクロスの成分か何かがラッカーに対して明らかに影響するんだと思います。このクロスを使うときは注意した方がいいと思います。フェルナンデスさんに全然悪気はないですよ。その昔非常にお世話になりましたので。今日はですね、こういう風になってしまったものをどうすれば治るかなんですけれど、ではまず楽器の塗装の構造のおさらいですね。毎回言ってますけれど、楽器の塗装っていうのは大まかに3つに分かれてます。一番下のサンディングシーラー層、真ん中が色の層ですね。色をつけるときはここの中間の層に色をつけます。で、一番上のトップコート、クリアラッカーですね。もちろん一番最初に木に直接最初に吹き付けるのは有コートシーラーっていうとヤニ止めとかっていうふうにも言われますけれど、これは層というよりかはもう膜みたいなもんですね。まずこの構造をよく覚えてください。色が付着しちゃったっていうケースは一番上のトップコート層の部分で表面からどのぐらい内部まで染み込んじゃってるか、これによって単に水研ぎをしていって消えるか消えないかが分かれるんですね。実際に作業をしてみないとこの色が消えるか消えないかっていうのは分かんないんですよ。トップコートのすぐ下には色の層がありますから、この場合白色ですよね。もしね、万が一そのトップコートをこうやって一生懸命水溶きをしていって色の層にまで達してしまった瞬間に色が剥げちゃうことになりますから、その辺のリスクもあるんですね。今回の場合はもしかしたら色まで剥げてしまうことがありますよっていうのを伝えてあります。色が剥げた場合は白色をもう一回上から拭いてっていうような再塗装をするしかないんですね。はい、それでは早速水研ぎをしていきます。使う番手は1000番にしました。塗装を拭き終えた後に最初に水研ぎをする番手っていうのは1200番なんですね。で、その次に1500番をやって、あとバフィングなんですけれど、その下もうちょっと粗いペーパー1000番から始めてみました。こうやってひたすら1000番のペーパーで水研ぎをしていきます。でね、なかなかもうこの段階で本当にね表面だけに付着してるんであれば、このぐらいの1000番でこうゴシゴシやれば消えてくるんですよ。ところがこのケースの場合は何回こうやって削っても全然ね色の変化がなかったんですね。なので番手を800番に変えました。で、さらにひたすら擦ってきます。ちょっとここで最初の状態と比べてみましょうか。このぐらいですね。わずかにちょっとこう白っぽくなったかなっていう感じなんですよ。で、さらに擦ってきます。もうね、この辺りになってくると、もうトップコートの表面を水研ぎをして消えるかなっていう可能性はこの段階ではもう捨てて作業しています。だってね、もう全然ね、いくら水研ぎをしていこうが落ちないんですよ。はい、でさらに追い込んでいきます。結構ね800番っていうのは目が粗い方なので、
あ、ここですね。はい。ここ分かりますかね。今この部分、色の層まで達してしまったがために、このように色が剥げてしまいました。で、剥げたにもかかわらず、これだけまだ色が残ってるんですよ。着色層である白色の部分にまで達してたっていうことですね。まあね、こうやって最初の状態と比べてみると、まあかなり色は落ちたんですけれど、でもまだまだ青色が分かっちゃいますよね。もうこうなってしまうと上塗りするしかないので、この青色の部分以外のところも水研ぎをしていきます。使う番手は1200番です。表面を整えていきます。車の塗装とかでいう足付けと一緒です。上塗りをする際に塗料が密着しやすくなります。ある程度ネックの部分もかなりハイポジ付近まで1200番のペーパー傷をつけます。で、次は、指板面の油脂とか汚れを落としてます。指板面にマスキングテープを貼るので、ヘッドの表部分に関しては塗装はしないのでマスキングをするんですけれど、このようにでっかいマスキングを1枚バーンと貼っちゃいます。これはなぜかっていうと、いつもの幅のマスキングテープをこう何枚かね、だいたい3枚で済むんですけれど、分かれさせてマスキングをしてしまうと、塗装し終えた後に境目が微妙にね分かっちゃう場合があるんですよ。ならないやつもあるんですよね。ポリ塗装であればまず絶対ならないです。ラッカー塗装だと微妙にね跡がつく場合があるんですよ。すごく弱い粘着のもの、マスキングテープであったとしても跡がついちゃう場合があるんですね。で、このでっかいマスキングテープで1枚で貼るとそういう境目ができなくなるので、そういう跡がつきにくいんですね。指板面のマスキングですね。もういきなり白色を最初から吹いていくので、バインディングの部分にもマスキングをします。割とね、こう言っちゃなんですけれど、あまり技術のないというか、いい加減な工房さんとかですと、こういったところのマスキングをしていないことがあるんですよね。バインディングも白色だからどうせいいじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、こういうね細かいところをちょんぼすると見た目が悪くなるんですよ。もちろんギブソンは見た目悪いんですけどね。その話は置いといて、ちゃんとこういうふうに細かいところまでマスキングをした上で、白色をつけていきます。で、これがまず第1回目の白色吹き付けですね。で、このロゴの部分、ギブソンっていうふうにロゴがネック裏にも書いてありますけれど、ここはギリギリ吹き付けないで攻めていきます。で、これが一晩経った後ですね。ロゴの部分にも多少、白色が付着しちゃいますから、軽く落としてあげます。で、あと同時にですね、塗装のムラとか垂れてしまったりね、もしそういうところができてしまったんであれば、そういうところもこの段階で多少ね慣らしておくとかっていう風にした方が、2回目の白色の塗装を塗るのに楽になります。で、これが2回目の塗装です。
1回目の塗装っていうのはあくまで青色と剥げてしまった部分、そこがちゃんとこう白色で塗りつぶされた段階で1回目は終わりです。2回目のこの白色の吹き付けっていうのは、吹き付けた部分とそうでない元のオリジナルの部分、境界線をぼかしていく作業です。自然にこうグラデーションになるようにします。でこの作業の際には1回目で使った粘性よりかは少し希釈量を多くしてシンナーを多めにして、ちょっとサラサラ低粘度にして吹き付けてます。はい、でうまくぼかしというか自然な具合に吹き付けが完了したら、続いてうっすらとアンバー色をつけていきます。製造されてから多少もう日が経ってると真っ白ではなくて日焼けをしてるんですね。新しい白色を吹いただけだともうそこだけ真っ白っていう風になっちゃってるので、クリアコートにアンバーをほんの少しだけ混ぜて、このぐらいの色ですね。もうちょっと薄くてもいいかもしれません。で真っ白な部分をアンバーをかけていきます。 LED とかそういうライトの元だけで見るんじゃなくて、太陽の光の下でこう入念にチェックした方が色合いが分かりやすかったりしますので、いろいろ角度を変えたりとかムラがないかとかね、よくチェックしてください。必ず薄めでやってくださいね。いきなり濃いアンバーでやってしまうと、もし仮に失敗して濃くなってしまった場合はまたゼロからやり直しですから、アンバーを吹き終えたら色抑えとして軽くクリアコートを吹いていきます。色抑えっていうのは色の層で色を塗った後に翌日からこうクリアコートを塗り重ねていくんじゃないですか。それをやっとかないと、クリアコートを塗っていくと色がね微妙にこう溶けちゃったりすることがあるらしいです。私は経験ないですけれど。なのでそうならないように一応色を塗った後には軽く薄くクリアコートを1回だけ吹いておきます。安全牌みたいなもんですよね。はい、でその次の日からはクリアコートで吹き重ねていきます。だいたい日に 4,5 回ですね、までですね。1回塗ったらだいたい3、40分乾かして、で2回目っていう感じで塗り重ねていきます。今回の場合だと合計10回塗ったのかな、2日間に分けて。最初の日の5回はその局部だけ、要は剥がしたところだけクリアコートを塗りました。そのうち1回ぐらいは全体を塗ったかもしれませんけれど、次の翌日の5回は全体、ヘッド周りからネックのねちょっとぼかした部分とか、5回塗ってます。はい。で、ラッカの場合は約2週間乾燥させます。1200番のペーパーを使って水研ぎをして表面を平らにしていきます。光に照らして完全にテカテカする部分がなくなるまで水溶きをしていきます。ちょっとでもテカってしてるところが残ると、そこはへこんでることになるので、その後こう艶出しを行った後によーく見ると表面がね綺麗に平らになってないんですよ。水研ぎの作業っていうのはライトを当てて斜めの方向とかからこう表面を照らしながらね、よーく確認しながら作業していきます。でギブソンに関してはギブソンクオリティなので、このヘッドの側面とか裏面も表面も全部そうなんですけれど、結構デコボコしてます。もうまさにギブソンクオリティっていう感じなんですね。そうは言ってもこれがギブソンの味なんだよっていう風にもう最近は思ってますけど、もしね元のオリジナリティを大切に仕上げるんであれば、あえてデコボコを残したまま仕上げてください。その方がオリジナルの状態に近い仕上がりになるはずです。私も裏面はね、このヘッドの裏面に関しては綺麗に平らにしてますけれど、側面に関してはもうかなりデコボコなんで、最初の状態からそのままにしてます。別に手抜きじゃないですよ。はい。続いてバフィングですね。
そうか、前に動画で一度上げたことがあるんで省いてますね。昔学生時代の時は ESP の専門学校でだいたいねクラスに1人2人はねこのバフィングの作業でやりすぎちゃって色を剥がしたとか手が滑ってボーンって吹っ飛んだりボディもね吹っ飛ばしてたりしてた人がいました。バフィングマシーンの吹っ飛ぶ方向後ろ側には布団かなんかがね敷いてあったんですよ確か。で運よくその布団にね当たって何も破損しなければいいんですけれど、もうばっこりいってる人もいましたね。完成間近にばっこりですからね、すんごいへこみますけどね。私はやったことありませんよ。これが完成の図です。部屋の中ではほとんどわからないんですけれど、太陽光の下とかでねよーく見たりすると元々の青色がわかるかなわからないかなっていうぐらいのレベルで残ってしまってます。白色っていうのは下地の模様とかそういうのが透けやすいんですね。言い換えれば潰しにくいというか、相当厚めにこう塗り重ねていかないと木の模様とかっていうのが消えないんですよ。例えばボディをね全くの白に塗ってくれなんていう場合は今外注業者さんに出しちゃってますけれど、お客さんの了解が得られればですよ、こういう白色を塗る場合にまず灰色っぽい色で全体を吹いて、で木目とかを完全に潰してから2回目で真っ白の色を吹いていくようにしてます。特にラッカーの潰し色、この白だとなかなか木目がねなくなってくれないんですよ。最初に灰色とかグレーで塗ってその後に白色を塗ると吹きつける回数が少なくて済むと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こういうね作業っていうのはやってみないとわからないところがあるのでなかなかね難しいんですけれど、傷に関してもそうなんですよね。このトップコートの表層部分で収まってるなと判断できた傷に関してはこういう水研ぎをしていってあと艶出しを行うと綺麗にできる可能性があるんですけれど、そこの見極めっていうのはすごい難しいです。メーカーによってトップコートがどのぐらいの厚みで塗ってあるかっていうのは非常に判断しづらいんですね。ギブソンの塗装はめちゃめちゃ厚いですからラッカーなんですけれど、安心してできるんですけどね。こんなこと言うとまた怒られそうですけど、はい、ご自身でやられる方がいらっしゃれば最悪色が剥げるなっていうのを念頭に置いてそれで作業をしてみてください。はい、ということで、このクロスには気をつけましょう。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。